今日はココアケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はココアケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、たったの材料3つで簡単なココアケーキを作っていきたいと思います。作り方は混ぜて焼くだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、ミルクココアパウダー、ホットケーキミックス。今回はこちらの3つの材料で作っていきます。まず卵なんですが、こちらは L サイズの卵を使用してます。もしない場合は M サイズでも大丈夫です。M サイズだとほんの少しね、生地の量が減るぐらいになると思います。そして今回ですね、こちらおなじみのこのミルクココアを使って作っていきます。これは森永さんのなんですが、お好みのものがあれば他のメーカーさんのものでも大丈夫です。ということで早速作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、卵を白身と黄身に分けます。白身は泡立てるので大きめのボウルに入れてください。では割ります。そして小さめのボウルに卵黄を入れてください。はい、このように分けてください。それではですね、まずはじめにこの卵黄だけ溶きほぐします。そして溶きほぐしたらここにミルクココアパウダーを入れます。振るわずにね、入れちゃって OK です。そしてよく混ぜましょう。よく混ぜるとこのようにもったりとした感じの生地感になります。続いてこちらホットケーキミックスを加えます。こちらもね、振るわずに入れちゃって OK です。そして混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。こんな感じでかなりもったりとしてるので、ちょっと泡立て器にまとわりつくかもしれません。なのでこういったゴムベラでね、生地を落としていただくといいかなと思います。卵黄生地はこれで OK です。それでは続いて卵白を泡立てていきます。まずハンドミキサーの高速で50秒泡立てます。はい、今50秒泡立てました。そうするとね、軽く角が立つぐらいになります。そして最後はですね、低速で1分泡立てます。はい、OK です。そうするとね、このように柔らかい角が立ちます。ピーンと角が立ってちょっとお辞儀するぐらいですね。このぐらい泡立てれば OK です。この泡立て具合なんですけれども、卵白の温度によって適正な泡立て時間が変わる場合があります。なのでこの動画の泡の立ち具合を見ながら泡立ててみてください。それではこちらの2つの生地を合わせていきます。まず卵黄生地の方に泡立てた卵白を1すくい入れてください。そしてこちらの生地をしっかりとなじませていきます。この混ぜる時は泡立て器でもゴムベラでもどちらでも大丈夫です。1回目はね、しっかりめになじませます。そうすると先ほどのちょっと固めにできた卵黄生地も柔らかくなってきます。そしてしっかりなじんだらもう一すくい入れてください。そして2回目からはふわっとね、混ぜていきます。はい、でこのように混ざったらもう一すくい入れます。そしてまたふわっと混ぜてください。2回目からは必ずゴムベラを使ってふんわり混ぜるようにしてください。はい、そしてよく混ざったら残りの卵白を加えます。だいたい3回から4回ぐらいに分けて加えてみてください。そしてふんわり混ぜます。卵白のね、塊ができないようにだけふわっと混ぜてください。ただね、混ぜすぎるとふんわりとしないので、混ぜすぎには注意しましょう。このぐらいの生地感になります。それではですね、型に生地を流し入れていきます。今回はマフィン型を使って焼いていきます。こちら上の直径が7センチのマフィン型です。そしてこちらにこういった紙カップを敷いていきます。今回使っている紙カップはよく私が蒸しパンで使っている100円ショップのキャンドゥさんで購入したシリコン樹脂コートされている紙カップになります。これを置きます。この中に生地を入れていきます。生地を入れるときはスプーンを使っていただくといいかなと思います。では流し入れます。だいたい肩の6分目から7分目ぐらいまで生地を入れてください。
はい、型に入れました。今回はね6個分になるんですけれども、卵の L サイズ M サイズによってもできる個数が変わってくると思います。 L サイズの中でもねグラムが変わってくる時があるので、こちらの個数は目安にしてみてください。だいたい6個から7個ぐらいは作れると思います。それではこちらを170度に予熱したオーブンで10分焼きます。はい、ふんわり焼き上がりました。美味しそうに仕上がってます。そしたらですね、このまま一旦粗熱を取りたいと思います。粗熱を取るときは表面が乾燥しないように上にふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。はい、粗熱が取れました。こんな感じに仕上がってます。そしたら型から取り出して召し上がってください。はい、これでココアケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふわふわで美味しそうなケーキに仕上がってます。はい、このようにちょっと弾力のあるふわふわっとしたケーキになってます。それでは早速いただきたいと思います。ふわっふわです。では手づかみで失礼します。いただきます。もうすっごくふわふわです。食感で言うと少しスポンジ生地に近いような食感に仕上がってます。そしてちょうどいい甘さに仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のココアケーキのポイントです。まずココアパウダーなんですが、今回はミルクココアパウダーを使用してます。こちらはですね、甘さがついてるのでお砂糖不要で手軽に作ることができます。このミルクココアにつきましてはお好みのものを使ってみてください。そして最初にですね、卵白と卵黄を分けるんですけれども、この時卵白に卵黄が入らないようにだけ気をつけて分けるようにしてください。ここで卵黄が入ってしまうと卵白が泡立ちにくくなってしまいます。さらにですね、卵白のボールなんですが、油分や水分がついてると泡立ちにくい原因になりますので、必ずその点をチェックしてから作るようにしてください。そしてその後ですね、卵黄とミルクココア、そしてホットケーキミックスを混ぜました。結構もったりするので最後の方は少し混ぜにくくなるかもしれません。なのでその場合はほんの少しだけね、お水を入れて伸ばしていただいても大丈夫です。小さじ1杯から2杯ぐらいを目安にしてみてください。そしてその後卵白を泡立てるんですが、卵白は最初高速で泡立てて、最後は低速で仕上げるようにしてください。そうすることでとてもきめの細かい仕上がりになります。そして2つの生地を合わせる時のポイントなんですけれども、1回目はしっかりめに混ぜてください。そうするとだんだん卵黄生地も柔らかくなって卵白と馴染みやすくなります。そして2回目からは必ずゴムベラでふわっと混ぜるようにしてください。そしてあとはですね、生地を型に流し入れて焼くだけなのですごく簡単です。今回私はですね、上の部分の直径が7センチのマフィン型を使いました。こちらは参考にしてみてください。もしこういったものがない場合はシリコンカップに紙カップを入れていただいてもいいですし、あとはココットなどで焼いていただいてもいいかなと思います。そして焼き時間なんですが、今回は170度のオーブンで10分焼きました。そして焼いた後なんですけれども、もしきちんと焼かれているか心配な場合は一度竹串を刺してみてください。そして生の生地がついてこなければ OK です。この時もし生の生地がついてくる場合はプラスで 2,3 分ほど焼いてみてください。そして出来上がったら軽く冷ましてから召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はココアケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。